はい、こんにちは。今日はね、V トール中編やっていきたいと思います。前編から引き続いて、この V トールで遊んでいこうってな話なんだけど、まあ、早速行ってみましょう。ひとまず飛べるところまでは確認できたので、これでスタート地点まで戻って資材を運べるかどうか実運用をしてみます。風向き次第ではバッテリーが足りないかもしれないので予備バッテリーを追加しときます。よし、ではいざ。なかなかいい感じに飛べてますね。で、本来なら今回の予定は後編でそれで完結するつもりだったんだけど、ちょっといろいろ調整に時間がかかってたのもあって、今回は中編ってことでやっていきます。ちなみにスタート地点までは言うほど離れてはないんだけど、今右手に見えてるあたりがこの前屋形船を作った入り江で、もうちょい先がマリンジェットでこの島に到着したあたりです。ここを越えると左手側に見えてるのがもうスタート地点の島ですね。とはいえこの辺はイエロースライムを放し飼いにしてたり、海辺にグリーンスライムを置いてたりするので、もうちょい先まで。で、実運用してみると以前作った飛行機と比べてプロペラが前にない分視界がかなりいいですね。ただ頑丈に作った分重くなって普通に飛ぶだけでも何倍もの電池を使ってはいるんだけど、気圧が高い低空を飛んでるのもあってスピードも十分に出てます。で、この下に停泊してるのが最近出番のない一番艦なんだけど、あれ最後に使った時に輸送艦仕様にカスタムしてるので、多分甲板に荷物とか置いてあるんだよね。将来的にはこの V トールを載せるつもりはあるんだけど、今はその辺の無難な場所に着陸しましょうかね。よし、これでスタート地点に戻ってくることができました。ちょっと風向きが悪かったのもあってモノリスから離れたところに着陸したんだけど、まあ目と鼻の先なんでね。バッテリーは残り少ないんだけど、あれ予備バッテリーなくない？その辺で落とした？あれちゃんとくっつけたよな。あるね。ここかまああっちに落ちてるなら後で回収できるし、ちゃんと到着できたので結果オーライでしょ。まあとにかくあとは荷物を持って帰りましょうかね。とその前に電池を充電しとこうかな。一番艦に予備バッテリーはいっぱい積んでるので、こいつを充電に使います。よし。で、あとは荷物。あっちではレアアイテムになってるニトロセルロースと硫黄を持っていきましょうかね。この辺は今のところ明確に使う予定はないんだけど、確実に不足してるんでね。絶対に使うものとしては補修材なんだけど、あっちで生ゴムは生産できてるので、いっそイエロースライムを連れて行きましょうか。
ちゃんと管理して育てればそんなに危険じゃないんでね。よし、こんなもんかな。本体の充電は終わってるみたいなんだけど、空っぽになった電池を船に戻すついでにもうちょい電池を持っていこうかな。荷物が増えた分スピードが落ちると思うので、ひとまず予備バッテリーとしてつけてみるか。よし、じゃああっちまで帰りましょう。いざ。飛ばないとはいえ荷物が増えた分重くなってるところまでは想定内なので、さっき予備バッテリーとしてつけた分を出力用に追加してみようかな。これでいけるか。あれ、パワーが上がったのは間違いないんだけど、これでも足りないってこと？今50キロくらいの荷物を積んでるので、まあまあ重たいのはわかるんだけど、にしてもなんかおかしいな。どっかでぶつけておかしくなったんじゃないかと思って、いっぺん荷物も追加バッテリーも外して試してみたんだけど、これだとちゃんと飛べるので故障したわけではないですね。なんだろう。ひとまず荷物を半分くらいにしてバッテリーは予備のセッティングにして、これだとちょっと重くなった手応えはあるんだけど、ちゃんと飛べますね。まあ硫黄とニトロセルロースは必須ではなかったので、実運用試験としてはあまり重たいものは無理っていうデータがひとまず取れたってところかな。とりあえずこれであっちに帰りますか。ちなみにあっちとかいう言い方だと将来的に分かりにくくなるので、何か地名が欲しいな。大きな湖と砂浜があるのでリゾート地とでも呼びましょうかね。で、これ飛んでる間にちょっと考えてみたんだけど、さっきパワーを上げても飛べなかった原因が分かったかもしんない。到着したら直しましょうかね。あんまし場所を選べるほどバッテリーも余ってないので、着陸しやすいところでその辺に着陸しようかな。はい、とりあえずイエロースライムだけはその辺に避けて一安心したところなんだけど、さっき電池を増やしても全然飛べなかった件について検証してみます。そもそも前回の途中段階まで話を戻すと、これ左右の回転数が結構違うんだよね。で、まずこの映像の段階だと配線が悪いのを直した時に片っぽに配線を追加してって、原因はここじゃなくってこっちだったんだけど、この時この部品を外してなかったんだよね。で、これの何が悪いのかというと、この世界ではモーターに複数の電動体をつけるとその分出力が上がるっていう現象があって、これ自体は使い道があると思うのでいずれ使うとして、問題はそれが片側だけその状態になってたって話。ここまでは前回修正済みなんだけど、これを直した後でも若干回転数が違うんだよね。
ちなみにプロペラ以外に悪いところがないかを調べるためにただの合金の棒を回してみたんだけど、これだと同じ回転数になるので、原因はプロペラで間違いないですね。とはいえこの後プロペラのジョイント部分を何回か作り直してみたんだけど、どうにも合わなかったのと、操縦の仕方ってなんとかなるレベルだったので、前回は誤差があるままで仕上げてます。で、さっきの話、電池を増やしてパワーが上がったはずなのになんで飛べなかったか。これはパワーが上がった分回転数の差が大きくなって、浮力と揚力と反作用が操縦の仕方では何ともならないレベルになったってのが原因っぽいです。そんな感じで脳書きが長くなったんだけど、結局のところプロペラの角度が問題。ただ機械的に複製しようとしてもうまくいかなかったので、こうなったら自分の勘を信じて手で作る、完全に職人芸なんだけど意外なことにすんなりいきましたね誤差がないとは言わないんだけど、かなり近しい回転数になってます。試しに飛んでみると問題ないですね。これね、さっき積んできた約25キロくらいの荷物が乗った状態で、さっきよりもかなり飛びやすくなってるので、効果は絶大と言っていいでしょう。とりあえずプロペラがかなり改善できて、パワーを上げても安定稼働できるようになったので、ここから改造していこうと思うんだけど、電池が残り少ないので作業しやすい場所まで移動しようかな。この前のドリル戦車が今充電ステーションになってるんでね、あんまし同じ場所に物を増やしすぎるとカクカクするので、この辺にしとこうかな。ここからさらに改良って言いたいところなんだけど、動画の時間的にそれは次回に回そうかな。ということで V トール中編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。今回はね、前回説明を省いた細かいところと、その修正が完璧じゃなかったせいでパワーアップしてもブレが大きくなったって話で、それが誤差範囲まで修正できたってなところですね。これで安心してパワーを上げることができるようになったので、やっと本来やりたかった完成形まで持っていけそうなんだよね。ということで次回は V トール後編やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。